りこうメッセージ性とか考えないですね。あんなでかいで一人でやってんのかアシスタントいるのとかすごい不思議で、あんなでかいのバレるでしょ。バレないようにやってるの。バレない場所をリサーチしてるんですかね。これはこれぐらいで終わります。何枚か選ぶんですね。あ、選ぶっていうか、これちょっとこんだけでいいです。これとこれ。これなんか使いたい。書きすぎるとね、失敗するんですよね。食べた方がいいですか。どっちも。どっちもいい。昨日なんか面白い夢見たんですけど忘れましたね。なんか面白かったね。小バエがめちゃくちゃ懐くんですけどね。なんか私の部屋にも一匹だけショウジョウバエかなんかよくわかんないけど小バエがいて、毎年ついた毎年一匹すごい懐くのがいて、それ同じのかどうなのかわかんないんだけど、可愛いから潰さないっていうか、別にすごい害があるわけじゃないから潰さない。なんかね、たまに2匹になるんだけど知らないうちにまた1匹に戻ってるんですよ。でまあね、めちゃくちゃバナナに生えきません、ショウジョウバエ。もうバナナ食べて皮を、例えば三角コーナーとかに放置しとくと、で何日か置いとくともうめちゃくちゃ湧きますよね。だから私バナナ食べたらすぐスーパーでもらえるカシャカシャの袋あるじゃないですか。こうやってガラガラガラってあれに入れてキュッて固結びして、でそしたら上が開くでしょ。でまたバナナ食べたらそこに入れてまた固結びして、こう3つぐらいバナナの皮が入る状態にします。昔うんこいっぱい落ちてたからよくすごい美しいハエが止まってたよね。緑色いそう光るやつ。最近うんこ落ちてないから綺麗なやつが見れない。
そうそううんこ落ちてないから落としてみたらいいんじゃないですか。落としてほいどうしてうんこして怒られないかな。でも美しいハエが来てくれるかどうかわかんないでしょ。ハエとセミの形がすごいちょっと似てるでしょ。だからすっごい子供の時ハエが大きくなったらセミになると思ってました。そう蚊がやっぱり懐いてるちょっと外で物撮りをすることがあるんですね、アパートの敷地内で。メルピーに出すものですわ。で部屋の中よりやっぱり自然光で撮った方が綺麗に映るからで虫除けスプレーを買いに行ったらなんかねやっぱ虫を殺すための殺虫スプレーが多すぎて害虫って呼ばれてるものがかわいそうになってもうちょっとうまく共存できないかなって。だから別に虫除けスプレーだと蚊とかですよね、アブとかつけといたら嫌だと思って蚊が去っていく。うんこって言っても人間のうんこじゃなくってあれ犬のうんこだから。そうそう、最近みんなお行儀が良くなってお持ち帰りなさるからだから銀映えじゃないね、緑色。なんか何種類かいたような気がする。なんか緑のがメインであとはなんか柔らかされた香川照之さんがね、昆虫すごいぜっていうのを言ってもうあれ見ても照之ってなりました私は。面白かった。すごい面白かった。でそこから調子に乗ってなんかアパレルブランドとか立ち上げたりとか絵本とか行ったんですけど「なんとかと待つ」っていう映画で、いい芝居をしてたのになんか謹慎になっちゃってたから私も見たかったんですけど、見に行かなかったし上野の科博で大昆虫展っていうのがあったでしょ。でそこでね、グッズとかにめっちゃお金使いました私。虫すごいですよね。誰かとしたのかな。だから中国って国土が広いじゃないですか。だから大きく広東語、北京語、上海語って分かれてるけど少数民族とかがいてもっと実は言語がある。で面白かったのがワーホリでバンクーバーに行った時ジャパニーズで働いててもう英語も何も通じない人が来て私はもちろん中国語を話せないわけだからキッチンからちょっと中国人のお兄さんトムさんを連れてきた。日本語がペラペラでもちろん英語喋れるしで中国語は母国語だからで天安門事件があってかなりそれでカナダに逃げてきた中国の人がいっぱいいたわけですわ。でそのトムさんもその一人で「ちょっとトムさん言葉通じないから」って言って両方とも言ってることが分かんなくて違う言語だったから
結局どうしたもんか、あの後のことはちょっと私覚えてないけど、私は子供の時すごいボットン便所で覗いたらいろいろ動いてるのね、落とし紙と糞尿の中に。でウジ虫でそいつが中でちゃんとさなぎになって出てくるで便所のこうやってちっちゃい窓にこうやってハエがこうやっているで、その人たちはうんこから生まれたくせに銀灰じゃなかった、なんか普通の家灰だったような気がする。外で犬のうんこを食べてたら多分幸せな一生を過ごせるかもね。今度哺乳類の話になりますけど、怠け者が可愛い。ですごいあの人たちはエネルギーをなるべく使わないためにめっちゃ呪い生活をしてる。で間違えて赤ちゃん落としちゃう時とかあって、よく動画インスタグラムとかの動画で見るんだけど、それを人間がこうやって拾って戻してあげると、こうやってめっちゃ爪なんかもう指みたいなんだよね、爪がね。でこうやって受け取ってじーっと人間の方顔を見ると可愛いわって。大昔の人とか食べたのかな、怠け者とか。なんかロシアでは、ある一部の地域だと思うんですけど、熊が増えすぎてて、でも失礼、害獣として駆除することができないんですって。で人間が飼ってる家畜を食べてしまう。で熊味を覚えたらまた帰ってくるからすごい困ってるらしいです。ちょっとでこれもうその場で組み合わせていいか悪いか、ここは安い。こんにちは。あ、素晴らしい。ちゃんとなんかこういう紙があった。よかった。動物まみれと躍動感か。適当に取ってきたけど、あ、これいらなかったっていうのもあるんです。まずですね、
あ、間違えた。ほらこうなる。間違えた。でかっ。違う違う違う。あ、できたできた。あれ、あ、そっか、バカバカ。122倍のちょうどいいですね。あれ、なぜか両面出てきた。両面、なぜ大きすぎたし両面です。違う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 、はい、これ初期画面になりますね。はいはい。まあまああとこれで。あ多分、まあまあちょっとこうもう触れただけで多分その設定になっちゃうんで、なんか例えばですけど袖がそう触れるだけで、はい、結構簡単にわかります。でこのまあ、はい、リセットを押すと初期画面になります。わかりました、はい、ありがとうございます。取った。あ、これでも綺麗にいくからいいか。え、何ですか。あ、びっくりした。サイズが、あ、サイズこれですよ。いい大きさじゃないんですかね。これジャック・ラッセル・テリア。よいしょ。ここが触れたんですわ、きっと。これちょっとね、これやりだすと本当にすごい行ったり来たりが激しいから、1枚だけこんな感じっていうのでどうでしょう。ダメですか。これも両面になっとる。どうしたいんだっけ。あ、違う違う、いい別に。これを用紙サイズが A4、文字、あれ、痛い痛い痛い。あれ、出てきてないよ。あった。あ、うまくできましたね。
これを外して本当はこの作業をドトールでやりますけど、今日はガラガラなのでここでやらせていただきます。えいいっすよいいっすよって知らんけど。これで裏返るわけですね。あー、これ大きすぎたな。加筆します。いいです。外す。あ、電池やばい。怖い。怖いじゃない。いいや。ここが過去。もう一枚。出た。で、何？ちいこい。あ、でもいいか。切れました、電池。切れました。これ。ちょっと下すぎた。お味噌汁作りますか？ません。
今度言っちゃったね。あ、いいじゃないですか。もうちょっと。でこれを3枚。